皆さんこんにちは。ジャパニーズヨガハッピースートラの夏美です。今日は、マタニティさん、妊娠初期から臨月まで行えるヨガをレッスンで紹介したいと思います。で、マタニティさんは初期、中期、後期と体調がだいぶ違います。なので、今のご自分の体調に合わせながら行ってみて、なんか今日は違うなと思ったらお休みを入れてみたり、今日は動けるな、心地いいなと思ったら、通しで行ってみたりと、変えてみてくださいね。で、私自身がもう妊娠後期ということで、もうすぐ臨月間近な形になっています。なので、臨月の方でも安心して行えるようなヨガのレッスンです。では早速行っていきましょう。マタニティさんは場合によってはクッションであったり、こういったブランケットみたいなものがあると楽かと思います。座りにくいなと思ったらお尻の下に乗せてみたり、なんだか肌寒いなと思った時にはかけてみたりと選択してください。さあ、楽に座っていきましょう。骨盤が安定して背筋がスッと伸びるところで、あぐらや正座、お好きな座り方で行います。そのまま軽く目を閉じて、肩周りや口の中の力をほどいて、まず自然な呼吸を感じていきます。普段は外側にばかり意識が向いてしまいますが、今は特に自分の体やお腹の赤ちゃんの方でもいいですし、どんな感覚なのかを感じ取る時間にしましょう。今日の呼吸のペースを観察して、吸う息、そして吐く息の流れを確認します。そこからお腹にそっと手を添えていきましょう。吸う息とともにお腹が少し膨らんで、呼吸がたっぷり体に巡っていく感覚。吐く息でふーっとお腹の膨らみが和らいで、空気がすべて外に出ていく感覚。体を少し動かしながらでもいいので、このゆっくりした呼吸を続けていきます。吸った時には少し骨盤が前に倒れて、体重自体が前に傾く感覚。吐く時には体重が後ろ側にスーッと寄りかかるような感覚で、骨盤が前、後ろとゆっくり揺れるような感覚です。ふわふわと前、後ろと優しい骨盤の傾きを感じて、体と呼吸の動きを合わせていきます。揺れながらも、もう一つ上半身がふわっと楽になる感覚で、特に表情はふわっと優しく、肩、首の力も楽にしましょう。あともう一呼吸ぐらいで、最後に息をふーっと吐き出し、
そこから体を真ん中に戻していきます。戻ったところで両手を楽なところに置いておきましょう。そこからゆったり目を閉じている場合はまぶたを開けて、鼻から息を吸って耳肩ぎゅーっと寄せて肩をすくませます。吐いてストップ、下ろしましょう。さあ、では一度足を組み替えたり座り直して優しく肩ほぐしをしていきます。まず手を前に出したら右手が上になるように手を交差させて、そのまま自分の肩甲骨を抱きしめるようにしましょう。肘から先を立てるようにして甲同士が向かい合わせです。もう少しいける場合は低い方の手を自分の方に引き寄せて、親指は自分の顔に向けたままでいいので、もう一つ絡めて合掌を作っていきます。肩を引き下げて呼吸で軽く動かしましょう。吸って肘を持ち上げて吐きながら下げます。この動きを作りましょう。吸って肘を持ち上げて吐いて下げる。腕、肩、肩甲骨周りのほぐしです。もう一度吸ってあげて吐いて下げる。さあ、では一旦手をほどいて肩をぐるり回して反対側に入りましょう。両手を前にしたら次は左手が上になるようクロスさせ、肩甲骨を一度抱きしめてしっかり腕と腕を交差させます。そこから肘先を立てていき、甲同士向かい合わせか低い方の手を自分の方に寄せてもう一つ合掌。肩を一旦下げ首の長さを出していきます。そこで息を吸って肘を上げて吐きながら下ろしましょう。吸って肘を上げて吐いて肩をリラックス。もう一度息を吸って上、吐いて優しく肘を下げます。では一旦手をほどいて肩をくるり、胸の真ん中に手を重ねておきましょう。デコルテと首を伸ばしていきます。息を吸って顎を持ち上げて喉を開いていきましょう。余裕があれば舌先をベーッと天井に突き出します。では口を閉じて顔を前に戻していきましょう。次は手をグーに握りしめて、頭蓋骨、そして首元、トン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 と振動を起こして、全体、頭蓋骨全体に響きを伝えます。顎の力を優しくして口元もふわり。さあ、では手を外して肩楽にしましょう。ではこの状態から今度は横向きになっていきます。私は皆さんと鏡のように行っていこうと思います。まず、右手を下に下ろしましょう。ちょうど肩の真下に肘が来るようにして手をグーに握りしめていきます。でこの状態から肘を折りたたむ、膝を折りたたむようにして座っていきましょう。この状態で吸って左手高く耳の横まで遠くに伸ばします。でゆっくり下げていきましょ
もう一度吸って高く、もう一伸び、体の側面伸ばしです。で吐いて、このままでもいいですし、もっといける方はお尻を浮かして体側、脇腹を使いながらホールド。辛くなったらお尻を下ろしてくださいね。このままでゆっくり肩回し。そして反対。さあ、では動きを止めて、ゆっくりもう一度横になっていきましょう。次の動きはお尻周り、太もものあたりを筋力トレーニングしていくような動きになります。横になりやすい行い方、腕でこんな感じで枕を作りながら行っても大丈夫です。さあ、膝は折りたたんだままでいいので、ゆっくり足を持ち上げていきましょう。膝をパカッと開いた時に、このお尻、このももあたりが軽く引き締まる感覚があれば OK です。では閉じて、もう一度上げて閉じます。繰り返し、下げて下げて、ここで一旦ホールド。3、2、1。ではゆっくり戻しましょう。上の足、もう一つ膝を折り曲げて、足首が足の甲をキャッチします。少しストレッチ体操をしていきましょう。この足の股関節から太ももの前側にかけて伸ばしていきます。このまま膝を少し後ろに引くようにして、ももの伸びを強めていったり、まだ余裕かなという方は足を持ち上げて、体ごと弓なりの形を作っていきます。自分の心地よく伸びて気持ちいいところを探っていくような形で、角度を変えたりしてみてください。横向きの弓のポーズ。ではもう一度足を戻していきましょう。さあ、この状態から次は仰向けになっていきます。臨月になってくると仰向けで寝転ぶのが苦しいという方多いと思うので、これも自分のペースで行ってみてください。例えばお尻の下などにクッションを挟んだり、ブランケット等を挟み込んだ方が楽と感じるかもしれません。それでは行っていきましょう。まず足の幅、膝の真下にかかとが来るようにして、足の裏は左右平行です。足はだいたい腰幅程度開きましょう。手のひらでマットを感じて、背中はピタッと床。一度息吐きましょう。吸う息でお尻を持ち上げていき、辛くなったらお尻下ろしますが、もう少しいけたら骨盤を手で支えながら、さらにぐっと吹き上げてつま先立ちになります。膝の下あたりにつま先、跳ね橋のポーズ。今日の自分の体調に合わせながら、足、ももを強めつつ、心地よく体を持ち上げていきます。さあ、呼吸の流れを感じましょう。ではゆっくり背中側からマットに下ろして、お尻まで一度下ろしていきます。ではこの状態から今度は左の肩の真下に肘を下ろしていきます。また横向きのポーズに入っていきますね。そして足は膝を折り曲げた状態で行っていきましょう。
ここから息を吸って右手を高く持ち上げて伸びを感じます。ではゆっくり引き下げていきましょう。もう一度吸って手を遠くに伸ばして体側伸ばし、吐きながら下。このままでもいいですし、もっと体側そして脇腹鍛えたい方はお尻持ち上げながら吸って手を高く、さらに耳の横、そして手をぐるり回します。逆回転もでは動きをゆっくり止めて、お尻浮いている肩を下ろして皆さんでゴロンと床に横向きで寝そべりましょう。寝そべった後もう一度膝曲げた状態です。目安はだいたい直角ぐらい膝を折り曲げると思うとやりやすいかと思います。そこからゆっくり膝をパカッと開きましょう。足はくっつけたままで行っていきます。さあ今ももの外やお尻が軽く引き締まった状態です。一度下げます。上げましょう。使っているところを意識してまた下げます。繰り返し上げましょう。お尻やももを鍛える動きです。さあラスト、膝を上げた時にこのままホールド。使っているところに意識を向けながら集中します。3、2、1。ではゆっくり足を下ろして上に乗っている足、膝を曲げて足首か足の甲をキャッチ。そして膝を少し後ろに引くようにして太もものストレッチです。自分の好みの角度まで引き寄せます。そしてもう少しという方は指なりに足の動きを作ってみたり、お好みの角度に調整しながら伸びを感じます。ではゆっくり足を下ろしていきましょう。また仰向けになっていきます。次は魚のポーズですが、きついなと感じる方もいらっしゃると思うので、これも自分のペースでぜひ行ってみてください。一度膝を立てたままでいいので、手を背中の下にしまい込んでいきます。手のひらは地面に向けたまま、上から見た時に自分の腕が見えなくなるくらいまでしまい込めるとベストです。ここでもし苦しくなければ足を伸ばします。このままの状態からもう少しという場合は肘で床を押していき、後頭部または頭頂部、胸を開いて魚のポーズ、松や朝。しんどいなと思ったら楽な姿勢にぜひ戻ってください。またはブランケット等を背中の下に少ししまい込んで、この胸の空間をただ広げるというだけでも心地よく行います。顎の力や口元、喉もふわっと開いておきます。いつでも今日の自分の体のバランスに合わせてポーズを選択してみてください。それではゆっくり解放に向かいましょう。背中にしまっている手も一度出していきます。必要であれば軽く膝を左右に
曲げてパタパタ揺らします。それではゴロンと横向きになって起きていきましょう。ではここからは少し、鍛えていく安産にいいポーズをしていきます。起き上がったらしゃがむ姿勢を作りましょう。足の内側に肩を入れます。つま先足は外側に開いていていいです。使いたい筋肉はこの足の内もも、そして骨盤底筋と言われるインナーマッスルです。使う時のポイントはお尻の穴を軽く締める感覚に似てますが、ぐっと上に引き上げるみたいな感覚です。胸の前で合掌しましょう。肘は外に向かって押して内ももをぎゅっと内側に向かって押します。意識を骨盤底筋に向けます。自分の内側にクッと引き入れる感覚で、そのまま背筋をクッと伸ばしましょう。花輪のポーズ。このままの姿勢でもいいですし、少しずつお尻の高さを持ち上げて鍛えていってもいいです。3、2、1。さあ、ではお尻を下ろして少し膝をパタパタした後、最後は開脚をしていきましょう。開きやすい角度でいいです。足だけねじれないように膝とつま先は上に向けて開きましょう。骨盤が起きにくい場合は少し膝を曲げて骨盤を立てるようにしていいです。鼻から一度息を吸って吐きながら前へ倒れます。で、お腹が大きくなってくるともうこれ以上倒れないと思うので、自分の倒れやすいバランスでいきましょう。そして体をゆらゆらさせてみたり、体の張っている部分を感じたらそこを緩めていくようなイメージではーっと吐きます。開脚のポーズで足回りの緊張をほどいていきます。では体をゆっくり起こしていきましょう。起き上がったらトン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 と足回りをほぐすようにももからお尻を叩いていきます。膝もバタバタとしていって真ん中で足を揃えてトン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 リセットです。さあ、では楽な座り方に戻っていきましょう。ではこれで、妊娠初期から臨月、マタニティさんのためのヨガが終了です。心地よく動けたという方はぜひいいねボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつみで検索してみてください。